目の前真っ白、雨で。やつあるでしょ。そういうならお好きですかでしょ。もう寝ようね。今ですね、ようやく渋滞が終わったかな。これうまい。長かった。ようやく福岡県に今入りました。はい、今回ですねゴールデンウィークということで、今からですね、この車納車してからボンちゃんになってから、初めてじゃないかな、こんな長距離に出るのは。カビゴンの時ですら多分こんなに、青森よりか多分長い、日も長いし、片道の距離がね初めて1000キロを見たから、1000キロっつってもまだ入り口なんですけど、これからですね九州の方に向かいたいと思います。初九州行こうと思ってて、なかなかね、休みもなきゃいけないし、休みというか時間がないとちょっと行くことができなかったので、今回ですね約10日間ぐらいの旅で九州の方ね目指していきたいと思います。で、実際には今日と明日まで走って九州に入って、明後日からですね福岡から観光していこうかなと。で、ただですねやっぱり日程がありますので、今回は福岡、佐賀、長崎、熊本、この4県ですね、ここまでを観光していきたいなと思っております。で、残りのね鹿児島、大分、宮崎に関してはまたね次回の機会で行こうかなと。今回はね上の方に絞って旅をしていきたいと思います。で、今ですね東名で綾瀬らへんかな、今そう、もうすでに渋滞にはまってて残り994キロなんですけど、まずは第一ポイント、中間ポイントとして神戸、姫路、その辺り、兵庫県のその辺りが一応ね中間地点になりますので、今日はまずそこまで目指そうかなと。で、なんとかその前後までたどり着いてサービスエリアかなんかで車中泊して、で翌朝また九州に向かって走っていくと。はい、ということでまずはですね神奈川県を脱出して静岡を目指します。今ですね静岡県の新富士のね近くまで来ました。神奈川県の方で少しだけ渋滞があったんですけども、それ以降はですね特に渋滞はなく、流れてるかなという感じです。で、ただですねこの新富士の近くになって今ですね走ってるこの辺りから少しずつですねやっぱ車が増えてきたかなって感じはします。で、今ね時刻が6時1分なので、少しずつね渋滞になる時間になってきましたので、運転はねちょっと気をつけていこうかなと思います。はい、今ですね新東名を走ってたんですけど、事故の関係とかかな、なんか東名の方に案内されて今東名乗っております。はい、ということで今ね長い静岡が終わって愛知県まで入ってきました。なんかね最近割とこっちの方来るので、浜松越えてからか岡崎ぐらいまではそんなに気を張らなくてもまだ来れるかなっていう。そう、ただね恐ろしいのがナビ見るとねまだね750キロなんですよね。まだね250キロしか進んでないから、ほんと先が長い。まだ500っていうね数字も見えてね、まだ半分までいかないからね。ということでまずはですね伊勢湾、多分三重の方まで目指して走っていきたいと思います。ようやく刈谷か、割と長いな。あと713キロ、とりあえず行けるとこまでみたいな。明日700キロきついやろ。行けるとこまで。なんとか今日500までは行きたい。はい、今ですね名港をちょうど過ぎたところで伊勢湾岸自動車道かな、走っております。なのでここを越えれば三重県に突入します。そう、結構ねここ風強いんで、風はね背が高いんでしょうがないんですよね。もうどうにもならないんで、キャンピングカー安全に運転するしかないね。本当これがダブルタイヤの恩恵なのか、正直ハムロードベースはこれが初めての車なんで何とも言えないんですけど、確かにカビゴンの時に比べると風の煽りは少ないかなって思うんです。これぐらいのスピードで、しっかりねハンドル握って走ってる分には、全然走れるかなっていう。キャンピングカー自体ね飛ばすものじゃないので、そこはねゆっくりとね安全運転で走っていきたいと思います。今ですね三重県の方に入ってきて、もうね今左側が鈴鹿パーキングです。そう、なんかねめっちゃ混雑してて、さっき満車って出てて、でここはパスして1個先のパーキングが土山サービスエリアがあるんで、こっちにもガソリンスタンドがあるんで、そっち行こうかなと思ってます。鈴鹿を過ぎてこのねトンネル、ご存知の方はもう分かるかと思うんですけど、ちょうどね三重と滋賀のもう境目のトンネルです。でトンネルのねこれね右側に三重、滋賀って出てくるんですけど、ワンテンポ間に合わなかったね。これ考えてみたらもうここは滋賀県だったということで、三重を越えて、無事にね今滋賀の方に入りました。今土山サービスエリアが見えてきたので、このままね入っていきたいと思います。
いやーやばいね、マジここまで来てまだ600キロか。意外と混み合ってる。到着。今ですね、給油の方完了しました。440キロ走って目いっぱいまで入れて45リッターだったんで、ほぼリッター10。すごいね。軽油だけどほぼリッター10キロや。ずーっと高速なのと、で幸いなことに渋滞がほとんどなかったんで、安定したね速度でずーっと走ってたから、その辺がね良かったのかなと思います。で兵庫まではあとこっから140キロぐらいだったから、まあでもさっきよりかは全然近くなったかなと思いますんで、まずね今滋賀県にいますんで、ここからおそらく次京都で兵庫かなか大阪兵庫か、ちょっとどっちかだと思います。はい、今ですね京都東インターチェンジの近くです。いつの間にかね京都に入ってて、なんかこれ思った以上に早い段階で京都を切り抜けちゃうんですね。でこの京都のインター東の後に南、パーキング1個過ぎた後に高槻ジャンクションって書いてあるから、多分京都大阪やな。あ、そうそうそう、車では初めて京都に来たよね。すぐ京都抜けて新しく大阪更新だね。京都大阪って近いんだね。てかやっぱ滋賀から京都って近いんだね。はい、あともう5キロぐらいで高槻ジャンクションです。あ、大阪府って書いてあった。だからもうこれ大阪なんだやっぱり。もう気づいたらね大阪に入ってましたので、無事ね大阪まで、到達しました。意外とやっぱり三重から先の県の移り変わりが早くて、三重、滋賀、京都、大阪で兵庫になるのかな。すごい一気に来たなっていう感じです。この辺なんか高速道路沿いにモノレールがしてる。またやっぱ雰囲気違うよね。ね。続いて広域情報です。なんか夜景が綺麗だね。これさ、どっからが兵庫なんだろう。兵庫県ってマーク出てこない。太陽の塔、大阪、まだ大阪。今ここら辺万博のとこらしいよ。これね初めてだよ。はい、今ですね大阪を抜けて兵庫県に入ったと思います。兵庫県の西宮、あれ兵庫県だよね。間違ってたらごめんなさいね。一応 Google マップで兵庫県って枠の中に西宮が入ってたから合ってんじゃない？まあ西宮のサービスエリアが次なんで、もうおそらくね兵庫県に入ってるかと思います。今日はもうこの後ね、神戸をちょっと抜けたあたりぐらいのサービスエリアで一泊しようかなと思ってます。目的地までもまあ出発した時はね1020何キロあったんですけど、もう気づけばねあと527キロと、まあ後でもねえか、まだまだ。このねボンちゃん納車した時にこれなら九州まで自走で行けるわなんて気軽に言いましたけど、そもそも九州めちゃめちゃ遠かった。はい、ということでね無事に兵庫県まで着きましたので、あとはねサービスエリアまで頑張って走りたいと思います。はい、今ですねおうごパーキングまであと 510m ということで、今日はねもうここでちょっとご飯食べて仮眠しようかなと思ってます。正直疲れてるか疲れてないかで言ったらまだまだ運転はできる。やっぱね車パワーあるからか楽は楽だね。そうだから意外とね運転してる側はね来れちゃったかなって感じで、もうちょっと頑張れそうっちゃ頑張れそう。無事に到着です。まだ兵庫ですけどもう遅いから、でもお腹空いててご飯食べてないから。これ便利だよね、この扇風機。あ、扇風機ね。カビゴンの時から持ってきてるんですけど、首を振ってくれるんで、しかも USB で充電できるからものすごく便利です。で前ね黒いシェードを貼るとこんな感じです。もうマジで何も見えない。これすっごいいいっすね。ぴったりだし。あうーちゃん今日はうーちゃんの大好きな何が出てくるでしょう。マック、ブブー、お寿司、ピンポーン、はま寿司でした。見てから言ったの。ちっちゃ。3人前を購入したんですけど、3つに分けてほしいって話をしといたら3つに分けてくれました。このサイズだったらね車の冷蔵庫に悠々で入るよね。入った。みどれでも食べてんなお皿これね。マジ再利用。だって洗うのめんどくさいし。ゆいちゃんのお皿もそれです。それだよ。なんでこれなの？今日疲れちゃったし。今日はねはま寿司です。我が家はま寿司多いよね。前の家の時もはま寿司だし、近い。今の家ははま寿司。そうだし、回転寿司は結構行くよね。外食の中では結構行く。子供がいるとさ。そうそうそう。で、うーちゃんは隅っこもいっぱいあるからね、はま寿司は。そうそうそう。皆さんは回転寿司は何派ですか？何派って何？いっぱいいろんなやつあるでしょ。そういうならお好きですかでしょ。そうだね。回転寿司のお店をコメント欄で教えてください。よし、じゃあ食べよう。
どれでもいいよ、うーちゃん。お好きなの取ってください。じゃあこうやって取って食べていくんだって。はい、いただきます。いただきます。お腹すいた。普通にマジで回転寿司の寿司うまいわ。すごいよね、この価格で提供できるって。企業努力半端じゃねえ。東中トロじゃない。食べるよね。まだあと半分だよ。ここまで来て半分だからね。意外と分かったのが、関西編をやろうとしたら一応1日で兵庫まで来れるから、例えばこっから兵庫を3日間遊んで帰るとかもできなくはないってことだよね。それが分かったのは結構大きいよね。あとはね、移動中のやっぱご飯だよね。いや、パパはさ、別にさ、ぶっちゃけそのまま走り続けてもいいけど、道中なんか普通にね、挟むぐらいでパンとか買ってね。やっぱうーちゃんとかさ、ご飯食べさせるタイミングが難しい。T シャツは何の T シャツでした？クイズで当ててください。はい。1、ナチムシ。2、よだれ。はい、3、鼻水。どれだ？難しいな。ペンギンの鼻水。ブーブー、正解はナチムシでした。泣き虫なの？うん。みーちゃんあれは？あれよだれ垂らしてるの？よだれだよ。ママと一緒だね。顔がママに似てるわ。ママに似て可愛いママ。ありがとう。はい。もうそこを食べて寝ることにしました。マジで眠い。ちょっと待ってね。今バンクベッドをパパが展開してる途中だから。頑張って。このお布団にして良かったことが一つあって、何かというと、今までカビちゃんの時は私がバンクベッドを一人で夜な夜な作ってたのを、この布団になってからはパパが率先してやってくれるようになったので、楽ちんになりましたね。楽ちんになりました。パパも上でね。寝るな。ママがよく探したと思ってる。楽天？アマゾン？楽天。ちょうどこのね、一番奥までやってぴったりだからね。そうそうそう。衝撃うーちゃん。新しいお部屋を作る。じゃあここで一人で寝よう。うーちゃん早く磨きするよ。車内温度26度だよ。寝てたらちょっと暑くなるかな。扇風機回しとけばいいか。今ね、室温が 26.4 度と少しね暑いので、今日はね扇風機を使って寝ようと思います。もわっとしてるよね。エアコン使うほどではないんだよね。エアコンじゃないけど、なんか寝るともわっとしてそう。これね、扇風機充電用に使ってますので、この2つをねベッドのところで回しときます。この辺はね、なんかねカービィの時と一緒っすね。それだったらそれは多分首振らないよ。首振らなくていいな。回った。一応首振るね。一応振るね。よし、じゃあうーちゃんもね寝かせるよ。おやすみなさい。おやすみなさい。うーちゃんもおやすみ。僕の方はこんな感じでセットしました。こんな感じで首振ってくれる。で、これはそのまんま EV にて充電。コブルもなかなかパワーあるからね。今まで出番が少なかったけど。はい、こんな感じでね充電しながら扇風機回して寝ようかなと思います。はい、じゃあおやすみ。おやすみ。はい、おはようございます。今ですね、7時20分で、室温が 23.6 度、湿度が 53% です。だいぶね、快適に過ごせました。で、今日もね、まだね、あと6時間ぐらいかな、走んなきゃいけないんで、みんな起こして準備して、九州までね、向かいたいと思います。はい、起きるよ。おいちゃんも起きるよ。ちなみに、EB もずっと回してましたけど、1個も減ってないね。割とね、これもパワーというか容量あるんで、一晩中扇風機つけたぐらいじゃ全然変わりません。今回ね、旅が長いので、これと、いつものね、AC200P と、あと実はですね、この AC200P を充電するための B230 も助手席に積んであるんで、今回ね、ポタ電総動員です。ゴールデンウィークとはいえね、暑くなる可能性があるんで、そうするとね、エアコン使う可能性があったので、今回ですね、電力を多めに積み込んでます。うーちゃんマン、朝ですよ。広がってきてください。いい夢見てたのに、その夢今日しか見れないな。届いた。OK。今ですね、55PA かを出ました。で、こっからですね、兵庫、岡山、そして広島抜けて山口、福岡
っていう予定なんですけども、ちょっとね寝てる間に自己渋滞なのかちょっと何渋滞なのか分かんないですけど、この先がねとんでもなく渋滞してるということで、なんかナビの通りで行くと、このあと姫路で1回降りて下道走って岡山まで行って、で岡山からまた高速みたいな、なんかねそんな感じでした。ちょっとね2時間ぐらいさらにかかる予定になっております。で一応予定としては明日からね福岡を観光する予定なんで、今日中にね福岡県まで入っちゃえばとりあえずね予定通りなので、そこはね安全運転で向かいたいと思います。パーキングすごいね、キャンピングカーいっぱいいるね。ミキのサービスエリアに朝ごはんをね買おうと思ってコンビニがあるこのパーキングにちょっと寄ったんですけど、なんかねその間にまたちょっと情報が変わって、若干渋滞はまだあるけどそのまんま高速乗った方が早いよっていうルートに変わったので、こっからですねずっとまた高速に戻ります。はい、今ですね岡山に入るちょっと手前なのかな、見ての通りなんですけど、ちょっと雨足が強くなってきたかなと。少しだけポツポツと降ってたんですけど、今の山陽姫路東だから兵庫かちょっと手前ぐらいになってから急にね雨が降ってきました。ということでね、雨は降ってるんですけどちょっと気をつけて岡山の方までね向かっていきたいと思います。はい、今ですね渋滞です。思ったよりも動かない渋滞だった。長いね。あと470キロある。次のパーキングまで15キロだけど44分で、もうこれを超えれば流れてるのかな。今ですねようやく渋滞が終わったかな。なんだかんだ40分から50分ぐらいですかね。かなり、雨が強くなってる。だいぶね前が走るで、これもちょっとね渋滞の原因になっちゃうのかな。はい、今ですねまた渋滞かな。これはそうちょうどね、渋滞を抜けたばっかだったんですけど、また渋滞かな。割とね混んでます。予定だと2時ぐらいに九州着くかなと思ったんですけど、多分4時過ぎちゃうかな。今ですね備前インターチェンジ前ですので、標識がね岡山県に変わってきました。なんとかね渋滞の兵庫を抜けて今ね岡山県に入れたので、このままね流れてくれれば嬉しいんですけど、この次はね広島かだと思いますので、ここからですねまた気を引き締めて頑張っていきたいと思います。この道路何なんだろう、めっちゃ跳ねる。ちょっと街並みが変わり始めた。はい、今ですね広島県に入りました。福山東インターチェンジそば。いやほんとね岡山抜けてようやく広島の方まで来れました。でも気持ちね広島まで来ればこれを抜ければ次山口でしょっていう330キロだから、神奈川から三重まで行くぐらいだから、そう思うと長えな。そう思うと長えで、この先ねなんかねまた今ね渋滞が5キロって書いてあったんでスローダウンしちゃうんかなということで、そろそろね福山サービスエリアなんですけど、広島も広島で長い、ここをね頑張って、越えて山口県まで向かっていきたいと思います。今尾道過ぎたあたりぐらいだよね。そう道路が50キロ規制。急に50キロ規制が出てきたと思ったらとんでもねえ雨風もすごいけど雨もすごい。手前はちょっとやみ始めてたのにね、今までの道路史上の中で一番ひどい天気かも。台風だ台風。それにしても風が強い、多分もともと強いところでの雨が今日やばい。そして目の前真っ白、雨で、ちょっと安全運転で抜けていかないと。今すごい風。台風って辺のなんか枝葉が揺れ方を見るとすごいよ。ちゃんとハンドル持ってから持ってからしょうがない。急に来る風がすごい綺麗。海と山、雨もすっかり止んだけど風がすごい。廿日市ぐらいで今すんごい天気になった。さっきまで嵐だった。天気変わりすぎ、すごいね。いい感じ、すごい。はい、今ですね山口県の方にどうやら入ったみたいです。岩国市なんですけど、とうとうね本州の方で一番端っこの山口まで到達しました。そうでようやく山口県。長い。めっちゃ長かったわ。もうなんだかんだ800キロぐらい走ってるんで、広島ね中国地方の静岡だよね。そう北九州まではもう200切ってんだよね。だから割と山口はすんなり行けるんじゃないかなと思ってます。渋滞さえなければ。ほら出てる。北九州161キロ、すごいね。161キロまで来たわ。
あとちょっとや。次はフェリー。そうね、次はフェリーや。本当ね、次回までにね、もう少しお金を貯めてフェリー代も出せるぐらいになれば、行き帰りのね、まあ1回はねちょっとね、神奈川から九州まで行ったっていうね記録が作れたから。はい、ということでね、まずはね下関まで行きたいと思います。うわー、なんか街並みがなんかすごいね。またちょっと違う街並みだね。初めての山口。なんかすごいわ。広島はね仕事で来たことあっても山口はないんだよ。初めて。山口県もなんか素敵なとこなんだろうね。相変わらずの風って感じ。でもやっぱ揺れは全然違うけどね。だってこんなに木々が暴れるぐらい風が吹いてたら多分やばかったもん。逆になんかこんなに揺れてんのになんかあんま風感じないけど大丈夫ってことじゃん。この辺はねいい意味で安全性はある。まだ山口県。まだ山口県。そう、この後上に見えてるこの橋を越えたら北九州。やばいね。やっとここまで来たよ。こっからですね、もう目の前が文字なんで、ようやく念願の九州に入れます。いやー長かった。やっと九州や。まだで入り口なんであれですけど、玄関なんで、このね橋を渡ったら九州です。この橋なんて言うんだろう。橋の名前が分かんなかった。でもさ、こうやって見るとさ、山口県と北九州市ってこの距離なんだねっていう。はい、ということでね、ようやくこれどうなんだろう。もうこっから九州なのかな。九州っていうか福岡。こっから多分今福岡に入りました。これか。あ、長かった。ようやく福岡県に今入りました。いやー、ようやく到達です。もう4時半だもんね。そうで、もうこのままね一回ね温泉向かっちゃいます。で一回お風呂入って、でそこがなんかご飯屋さんとセットの温泉だったんで、一緒にねそこでご飯も食べちゃおうかなと思っております。温泉行ってご飯食べて泊まって、明日朝からね太宰府とかねあっちの方行きたいなと思ってるんで、その近くで車中泊しようかなと思っております。さあ、しかもねあとね50キロだからね、もうねすげえ近く感じる。人生初九州上陸。長かったなぁ、一日移動。しかも今日寒いんだよね。なんか高速ついに降りました。神奈川からずーっと乗ってたんで久々の下道です。高かった。めっちゃ高かった。1万5000円ぐらい行きました。フェリー乗るよりは安い。全然安い。安いよね。そう、フェリーだと横須賀からだから多分3人だと普通の部屋取って大体10万ぐらい。だってガソリンだってさ1万7000円とかじゃん。で高速代合わせても3万ぐらいか。約3万ちょっと。片道3万円で来れたと思ったら安い。そう3分の1だから、安いは安い。でもなんとかね無事に福岡に入れたんで、来れなくはないということですね。はい、ということでまずですね温泉の方に向かっていきたいと思います。もうちょっとで温泉に着きそう。およそ300メートル先、雨が一応止んだね。こっちは降ってなくてよかったね。あれだろ。あれなんか形がすごいんだよ。でかいね。着いたよ、いっちゃん。お風呂混んでる。どっから入るの。もう一個向こう。ここから日のうだって。日のうの湯。おうじゃない、日のう。さあ、線ついたね。長かった行くのが。よし、お風呂だ。なんか家族風呂もあるっぽいよ。予約ができなくて早いもん順みたいな。運が良ければ的なやつでしょ。これも結構大きいよ。大きい。レストランさくら。ういちゃんこれポテトとママと一緒にじゃあ食べよう。ういちゃんポテト食べてんの？テレビ見てんの？今ですね温泉の方に行ってまいりました。で今回ね家族風呂が取れたんですごいラッキーでしたね。
くて、でそのままねその横に今レストランが併設されてる、まあよくあるやつですよね。温泉とレストご飯屋さんが一緒セットになってるみたいな。でもう今日もねちょっとねもう疲れちゃったんで、そこでご飯を済まして、でこれからね太宰府の近くまででそれで車中泊して、で明日朝から太宰府行こうかなと思っております。ナビがね今バグってまして、どこ走ってるか分かんないんですよね。ここなんかねすんごい電波が悪かったんですよ。だから今ねトンネル走ってることになってるんだよね。はいでね今ねナビが戻ったんでこれで大丈夫です。でここからざっくり36キロだからそれなりに距離があるんですけど、時間はねあるのでゆっくりね向かっていきたいと思います。いや疲れたねういちゃんまん。今日はたくさん歩いてましたよ。いや歩いてはないよ。ボンちゃんはずーっと走ってたよ。もうボンちゃんたっぷり寝てます、ボンちゃん今もう寝て、もう俺の役目は終わったっつって寝て。ういちゃんそれ何？これういちゃんランタン？そうどんぐり。なんとここまでこんな明るくなっています。軽いじゃん。ここにういちゃん専用？うん。じゃあういちゃんボンちゃんの中でもランタン生活する？そうですね。はい、怖い。ちょうどいいじゃん。これできたういちゃんランタン。リンリンリン。鳥肌がいっぱい立っちゃった。普通にする？じゃあ暗くない？ちょっとさ一回ライト戻してくんない？はい、こちらねスモツです。九州地方限定らしいです。なんかねちょっと調べてみたらこの辺限定のセブンイレブンメニューでした。いつもこれはいつもだよね、どこにも売ってるやつだよね、これ佐賀県の茶香かかサラダで、こういうのをちょっとねもう今日は時間がないんで買ってみました。であとは普通のピー。晩酌の時間だね。うーちゃんはもうピーナ食べてます。パパは見つけました。はい、ということでねここからね晩酌タイムに入ろうと思います。このままいいよ。いいや。乾杯。あーうめえ。染み渡る。これここにあるいいのよね。なんか結構使うよねうち。使う。うちここのドリンクホルダーは必須、こっちにもあるから、ボンちゃんはその辺ホルダーがいっぱいあるから優秀で、お座敷の時とかはそっちそうに。お座敷はこっちで使うから。ということでスモツをね早速食べてみたいと思います。あこれうまい。へえ。自分家の近くのセブンにも欲しいわ。ほんとね晩酌はねこんな感じなのが、ね、ちょうどいいです。そう考えて今ほんとセブンとかねめちゃくちゃ優秀っすよ。さあ今日はねまだね9時半なんでゆっくりね晩酌して眠ろうと思います。そうで明日朝早いからね、うーちゃんもアイス食べたんで塗り絵時間です。その横でパパたちは晩酌時間です。本日の2本目は権現丼まろやかうま塩レモン。これね僕が最近ちょっとハマってるんですよ。なんかうちレモン丼さいろんなシリーズ出たけどさ、なんだかんだノーマルしか飲まなかったけどこれは美味しい。あと内割り。あそうそう内割りはあれまたちょっと違うよね味が。こんな感じでですねお座敷です。みんな汚レしモン丼置いてこんな感じで今ね福岡にいるんですけど、すごいねゆうすけさんの動画を見てるといつもはめっちゃ遠いだからさRV パークのネタっていうかあこんなとこあんだっていう感じで見るけど、今日はリアルや。今日はねもうあとね100キロ200キロぐらいでどこでも着くわけでしょ。すごいよね。そう考えると確かにこの動画ってすごい役に立つよね。役に立つ。っていうのをね今福岡にいながらゆうすけさんの動画を見るとものすごく感じる。普段はいいね九州はこんなとこあってみたいなそんな感じで見てたのがね面白い。スマートでもさ使ったことないからさちょっと怖いよね。どんな感じなんだろうみたいな。一回からちょっとスマホ撮ってみようか。九州の旅でちょっとピッてやってみて。ゆうすけさんの RV パークの動画めっちゃあるから探すの大変なんだけど動画見てみ。結構ある。 Thank you。 こんな感じでね道の駅マップで RV パークとかもこれで載ってます。あそう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 スマートってねこうやって出てる。満車とか満車だね。ただわかんない、もしかして土壇場になってキャンセル出るかもしれないからね。もう眠いから片付けるよ。一本のろうそく出たらもう一のろうそく。もう FF 切る？真ん中ぐらいにしとこっか。もうトイレ行くよ。そういえば、ね、マルチルームのトイレの上の部分をねちょっと変えてみました。ちょっとスッキリしたかな。ボンちゃんになったら幅が広がって網がなくなっちゃったから100均で追加して網を足しました。まあ、トイレこんな感じで使ってます。パパの二次会の場所追いやられてそこになった。パパでもこの席気に入ってるからね。いやパパカビゴンの時からこの席好きだ。
ちょうどいいんじゃない。ふーちゃん、もう寝ようね。はい。明日朝早いで。じゃあもう寝る。おやすみなさい。明日また会いましょう。おやすみなさい。ということで今日はもう寝ます。まだ12時前ですけど、もう寝て、明日は7時に起きて太宰府天満宮目指して向かいたいと思います。はい、ということで寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。